送作家の島津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回の食にまつわるホットトピックはこちらです。幻の深海魚、リュウグウノツカイが大量発見。なんだろう。ということでですね、こちら張り切ってる。はい、もちろんみのりちゃんから話題提供していただきましたが、これね、どういった内容になるんでしょうか。リュウグウノツカイっていうお魚は、リュウグウ城へ連れてってくれるお魚っていう意味なんですよ。で、それカメじゃないの？はい。で、幻のお魚なんですけど、皆さんご存知ですか？知らん。初めて聞いた。知らないよね。これね、3メートルとか5メートルぐらいあるので、見たらびっくりですよ。最近、日本各地で発見されて、ニュースにもなってます、これ。そうなんだ。海外の報告では10メートル以上の。はい。それが今でも最近、日本の海岸で結構打ち上がってるっていうことなのね。昔からね、打ち上がると地震が起こるんじゃないかとか、そうね、言われるんですけど、そんな昔からあることなので、気にしないでいい。そんなリュウグウノツカイを、なんと、はい、実は最近知り合いからリュウグウノツカイの切り身をいただいたんですよ。すごいね。はい、なんで食べてみました。調理動画があるのでご覧ください。ね、このなんかちょっととろっとした感じの水、これが無限に湧いてくるのが酒頭とかそんな感じだったんですけど、なんかプールの塩素みたいな。で、本当に不老不死になる？これ食べて。切ったらまたもう水がすごいもうドゥルドゥルドゥルって感じで。ほら見てこのぬたぬた感。焼いております。焼いたら縮みました。めっちゃ縮んで半分ぐらいになったかな。思ったより焼き目ついたのがちょっとびっくり。うわ白身魚焼いたような感じの匂いがしていい香り。これが焼き魚、この状態美味しくないです。これが焼き魚だ。これをこの少なすぎる油に水分多すぎて火がね通らなかったんよね、酒頭。うわっ、油を、そっか、水分多いからもっと入れるんかな、これ。怖っ。だったらね、すごいいい匂い。なんか白身魚のフライみたいないい匂いするようになった。タラのさ、匂いや、思い出した、その塩素みたいな匂いっていうの、タラの匂い。フィレオフィッシュみたいなやつのさ、匂いってちょっと独特な感じする、そういう感じの匂い。このゼリー。クレイジーソルトをね、の味しかない。ちょっとあかん。うわー、出た。見て、この密質。いつまで経っても焼けてないんじゃないかと思うような感じの密質。これだけ食べてみる。密質って言うんだね。何の味もしない。この動画ね、実は TikTok でめちゃくちゃバズってるんだよね。はい。なんかね、タグとかも何にもつけてないんですけど、56万回再生ぐらい。すごいね。だからみんなそれぐらい知ってて、なんか、注目しちゃうんですよね。どんなもんなのかみんな興味あるっていうことなんだよね、これね。はい。そうなんです。なんかもう、やっぱ水っぽくてブヨブヨしてるっていう感覚なのかな。イメージは、全く味のない水のゼリーを食べてる。水のゼリーだから、ちょっと、その天ぷらとかしたら温まってるし、塩焼きしたら、塩味の水のゼリー。みのりちゃん的にはもうあれは食べれるものじゃないと。私はちょっとしんどかったですね。なんですけどね、さかなクンっていらっしゃるじゃないですか。
あうんうんうんさかなクンはね、美味しい。専門家のね、さかなクン。あ、そうなんだ。うんさかなクンはもう美味しかったって言って漁るらしくて。業美味しかったよーっつってた。本当と思って、で、その酒頭も同じような味だったんですけど、酒頭と竜宮の使いは食べてるものが違うから、体の味も違うよって、だから竜宮の使いは美味しいらしいよっていうのを聞いてたんですよ、その時。なるほど。うんうん。だし、さかなクンも美味しいとおっしゃってるしなるほど、すごい期待したのに、なんかもううん。現実と違うと。残念で、美味しい竜宮の使いが食べてみたいですね。海域とか取れた場所とか、あと保存の状態とかかなと思ってるので、ひょっ諦めてない。としたら、さかなクン言うように、美味しいのがあるかもしれないと。はい。と思って諦めてない、私は。いや、あゆみさんどうでしたか今見た感じで。まあ、なんかあんまり美味しくなさそうん。美味しくなかった。ね本当は、ああやって海岸に上がってきたら、水族館とかに寄贈されて、調査するようなお魚なんですよ。ああ、もうそれぐらいのレベルのものなんだ。だから、こういう一般の人が手に入るようなものじゃないので、もうすごくありがたいものとして、感謝しながら一応あれ、感謝してました、あの動画では。感謝してるんだよね。ちょっと編集上カットしてるけど、ははーって言いながら食べてるからね。本当にありがたいもの。何を食べてるんですかね、あれって。下にいるってことは、海藻とか、ノロとか、そういうの食べてるんですか。そう。竜宮の使いは、ちっちゃいエビ、オキアミとかを食べてるって言われてます。そうなんだ。普段、我々が普段食べてる深海魚ってのもいるでしょでももう、寿司屋さんとか。深海魚はだって、アンコウとか深海魚。そっか。まあ、アンコウ、そっか。深海魚って、性質で深海に住むから、身に油をめちゃくちゃ蓄えてて、全身油で美味しいお魚とか、あるんですよ。とか、あとは今回の、竜宮の使いとか酒頭みたいに、体にアンモニアを蓄えて発してて、だから、まあ、食べるには向かないっていうお魚とか、ちょっといろいろカテゴリーがあるんですよ。体の性質。そうなんだ。はい。だから美味しいものは美味しいとして、深海魚でも食べられるので、金目鯛とか深海魚ですよ。立派な。美味しいよね。金目鯛も結構深い。金目鯛はね、もう、全然アンコウなんかに比べても、すごい深海魚です。あ、そうなの？立派な深海魚です。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ美味しいけどね。だから本当種類によるんだね。はい、種類によります。今回の竜宮の使いで言うとさ、なんか、こんにゃく刺身じゃないんだけど、実は薄くして生で食べるのが美味しいんじゃないのかとか一瞬思ったんだけど。酒頭は刺身でも食べたんですけど、おっしゃるようにこんにゃく刺身みたいな感じでしたね。そうそうだ、ブニョブニョしてるんだったら、ブニョブニョしたものとして美味しく食べれるんじゃないかなとか今一瞬思ったんだけど。同じ赤マンボウ目なんですけど、赤マンボウっていうお魚もいるんですね。それは、ネギトロの代用品にもなるよっていうぐらいのお魚で、私これもラディッシュ坊やさんで、かわいい。そう、かわいいんですよ。かわいいでしょ。はい、ラディッシュ坊やで、かわいい。漬け魚があったので買ってみたんですけど、それはね、美味しかった。ラディッシュ坊やってのはいろいろ売ってるんだね。そうなんですよ。なんか面白いものもいっぱい売ってて。面白い。毎回勉強になりますね、食のアドベンチャーものはね、シリーズとしてやっていくんで、随時報告をお待ちしてますんで。はい、いろいろ。なかなか聞けない話だとはやりたいと思います。それでは今日はこの辺で、皆さんさよなら、バイバイ、またね。バイバイ。